こんにちは、簡易霊です。前回戦争の動画を出しましたが、それから最近は恐れている方向へ世界が向かっていっているように感じます。緊急でお送りいたします。聖者や賢者の考える戦争について貴重なお話になります。どうぞ最後までご覧ください。私たちの周りに積み重なる武器や爆弾、そしてそれを支える巨大な経済。これらの武器がいつか使われる運命にあるとしたら、私たちはその瞬間に何を感じるのでしょうか。そして今この瞬間、誰がそれを止める力を持っているのでしょうか。問題は世界中の国々がほとんど例外なく、しかし幸いなことにヨーロッパは第二次世界大戦後にそのような方向には進んでいませんでしたが、今再びそのような方向に進んでいるということです。ほぼ全ての国が武器、兵器、爆弾、ミサイル、スマート爆弾の製造と備蓄に莫大な資金を投入しています。爆弾がスマートとは何と解釈していいか分かりません。ですが、それは最も愚かなことです。少なくとも剣や棒などで喧嘩を仕掛けると、そこには原始的な戦いの雰囲気があります。しかし、もしここに1000人が座っているのに、爆弾を落とせば全員が死ぬのです。何が賢いのか分かりません。私には理解できませんが、彼らはスマート爆弾についてこんな話をしています。2マイル上空からあなたの家の窓に爆弾を落とせると言っています。彼らはこれをとても誇りに思っています。これは一つの国ではなく世界中にあるのです。つまり私たち人間はこれらの爆弾は全て娯楽や展示、芸術作品として保管されていると考えていた方が多いと思います。どう思いましたか？残念ながらいつかそれが使われるでしょう。現に使われています。製造して販売しているのですから、結局どこかで使われなければなりません。問題は誰に対してですか？問題はそれが使われるか使われないかではありません。どこで誰に対して使われるかです。そうではありませんか？私たちはみんなそれでいいのでしょうか？どの戦争映画でも爆弾や少なくとも体が砕け散るシーンがない映画はありません。私たちはみんな娯楽として楽しんでいます。でももし実際に起こった時、私たちはどうしよう、ショックだと言います。人生はそんな風に身勝手に都合のよくはいかないのです。例えば災害の後、あなたは悲しむでしょうか？それとも災害を好転させる世代になるでしょうか？これは私たちが地球上で生きている時間の中で私たちにできる選択肢のすべてです。私たちがどのように生活するかが私たちの人生なのです。そうではありませんか？経済は戦争の上に成り立っているとも言えます。戦争はほぼ避けられません。戦争がなければ多くの武器や兵器産業に関係している人が生き残れません。生活できません。なぜなら地球上で最大の産業は軍事産業だからです。製造会社が銃と弾丸や武器を作ってあなたに売ったのに、あなたが一発も弾丸を撃たなかったら軍事産業としては困ったことです。商売ですから当たり前のことなのです。ここで話を少し変えたいと思います。当時聖者たちが世界経済フォーラムにいた時の出来事です。当時スーダン戦争が続いていました。ご存知の通りひどい戦争です。200万人以上が亡くなり、そのうち 50% は6歳未満の子供でした。これ以上の数字はかつてありませんでした。一つの戦争で100万人もの子供が亡くなりました。その当時映画スターなどがそこに行って子供を抱きかかえていました。アフリカの子供は常に広告的に使われます。子供を運んで抱えて笑顔で写真を撮ったりしていました。そしてそれを見た過激派の兵士は怒りを込めてピックアップトラックに乗って空に向かってマシンガンを撃っているビデオがフォーラムの会場に流れました。聖者は言いました。空を撃つということは弾丸が豊富にあるということですよね。豊富になければ雲を撃つことはできません。戦争をしているなら撃つときは誰かに向かって撃ちますよね。そうですよね。敵はいないのに彼らは自動小銃で空を撃ち続けている。つまり誰かが彼らに十分な弾丸を供給しているじゃないか。そうでなければ誰も空を撃たないだろう。紛れもない事実です。その光景の弾丸を製造している企業は世界に62社ある。住所を教えます。そしたらあなたたちは製造者を拘束しますかと尋ねました。会場のメンバーは、いいえ、我々は戦場に行って子供を使って反戦ドラマを作ると言いました。聖者は失望したに違いありませんでした。考えてもみてください。もし弾丸を取り上げれば弾丸が尽きたら彼らはお互いに切り合いをするかもしれない。しかし少なくとも切り刻んでそんなに多くの人を殺すことはできない。話し合いなどをして人間自体が変われば素晴らしいが、変わらないならば少なくとも鋭い牙を抜かなければならない。それが不可能なら少なくとも彼らの戦争をできる環境を小さくしていくことではないでしょうか。
このようにフォーラムのメンバーの皆さんに提言したそうです。でも受け入れられることはありませんでした。これらのことからわかる通り、残念なことに大部分の人々は戦争を止めるつもりはない、この厳然たる事実、厳しい現実を皆さんにはっきり分かっていただきたいです。戦争で悲惨なことが私たちに起こったり身近に起こったりすると、私たちは泣きます、悲しみます。しかし、それがどこか他の場所で起こると、それは人ごとのドラマや映画のような感覚になってしまいます。戦争や殺人、そして他の人々が経験する苦しみに対するこの皆さんの人ごとのような感覚による非人間的な態度から私たちは脱却しなければなりません。なぜなら、ほとんどの邪悪なことは必ずしも悪意からではなく、単に無関心から起きているからです。無関心という無意識の悪意とでも言いましょう。あなたは人生を眠りながら過ごしているのと同じです。眠ることは犯罪ではありません。眠ることは良いことです。しかし、人生を眠っているように過ごしていれば、あなたの人生は大惨事です。それが世界で起こっていることです。戦争の面でこれが起こっていることです。私たちは人生を眠りながら過ごしていると同じです。そして無関心になっています。第二次世界大戦後、私たちは国際連盟を結成し国連を作りました。その考えは、二度とこのような戦争は起こらないというものでしたね。ヨーロッパだけでなく、全世界で二度とそのような戦争は起こらないようにするというものでした。しかしそれ以来、いくつの戦争がありましたか？実際見てみると、第二次世界大戦後、この惑星では少なくともどこかで戦闘が行われていない日が一日もありません。つまり私たちには問題があります。経済問題、財産問題、思想問題があります。これは言葉で戦い、問題を解決する国連を設立するというアイデアでした。私たちは問題がないなどという夢のような世界に生きているわけではありません。問題があります。本当に問題を抱えているのです。そうではありませんか？それぞれのグループの人々が別々にこれが全てだ、あれがそれだと信じているのです。しかし、国連は問題を解決するプラットフォームを設立するというアイデアでした。ですが、何が起こったのでしょうか？私たちはそれを脇に押しやり、お互いにやりたいことをやってきました。20世紀から21世紀が始まった時、誰もがこれは21世紀だ、これは情報の時代だ、これはテクノロジーだ、戦争はないと言いました。しかし21世紀には戦争がいくつあったか教えてください。21世紀に破壊された国の数はいくつですか？25年間にしては多すぎます。では、どうやって目を覚ますのでしょうか？これらは一夜にして変えることはできないことです。しかしまず第一に、自分の中で怒りと憎しみをなくさなければなりません。そして、もう一つ理解していただきたいことがあります。皆さんにこれを言わなければなりません。それは実際の平和会議の現状についてです。聖者たちは、かつて世界平和会議にたくさん出席していました。約2年2年半の間。多くの国際会議に出席しました。そして驚きなのは、多くの人々にとってこの会議自体が職業であり、それで生計を立てている人々が多くいることに気づきました。聖者は考えました。私たちだけが世界平和のために働いていると思ってここに座っている唯一の愚か者です。聖者が参加していたのは非常に有名な会議で、42人のノーベル賞受賞者と数人の元国家元首などが参加していました。なぜなら彼らは国家元首になると戦争をするパターンが多いです。しかし彼らは引退すると平和について語ります。これが世界のやり方です。それでこれは3日目の午後でした。あるノーベル賞受賞者が話す番で、その後聖者が話す予定でした。最初ノーベル賞受賞者が立ち上がったのですが、そこには資料も何もありませんでした。その演壇は大きくて木製の立派な演壇でした。そこで彼はその後ろに立ちファイルを開きました。彼は下を向き、一度も頭を上げずに42ページを読みました。聖者は最前列に座って彼がめくる42ページを一言も漏らさず見ていました。ふと周りを見回すと、ホールは完全に静かでした。警備員と立っていた数人のスタッフを除いて全員が眠りに落ちていたからです。そして聖者は思ったそうです。皮肉を込めて、これは間違いなく違う意味の世界平和です。そして聖者の話す番が来て、聖者は言いました。ほら、この3日間世界平和を作るという大げさなスピーチをたくさん聞いてきました。でも私は心から皆さんに尋ねます。皆さんのうち何人が自分の胸に手を当てて、自分の心は平和だと言えるでしょうか？なぜなら心が平和でなければ
心を平和にすることができなければ、この忌々しい世界を平和にすることなど論外だからです。なぜなら、皆さんが世界で見ているものは、人間の心の中で起こっていることのより大きな現れだからです。そうではありませんか？もしこの惑星に人間がいなければ、世界は平和ですよね。それから、午後のセッションで、なぜみんなが一様に眠りについたのか尋ねました。聖者と朗読者を除いて会場にいた人々は講演者でも朗読者でもありませんが、深く居眠りをしていたからです。そこで聖者は尋ねました。一体何が起こったのですか？彼は答えました。昨日の夕方にお酒の試飲会があったと答えたのです。ああ、フリードリンクです。それでみんなが平和に居眠りをしていたわけです。残念ながら、それが聖者が参加した最後の世界平和会議になりました。なぜこれ以降、聖者は国際平和会議に出席しなかったのかお分かりいただいたかと思います。ほとんどの人は世界中で心を平和にしたいと願うのです。しかし、私たちはみんなの心を、他人の心を平和にすることはできません。あなたは自分の心を平和にすることができます。私は自分の心を平和にすることができます。皆さんは自分の心を平和にすることができます。これが唯一の方法です。ですが、これが問題なのです。私たちは時に世界について語り、時に社会について語り、時に人間人類について語ります。いいえ、これらはすべて単なる単語です。枠組みです。言葉遊びなのです。実際に存在するのは人間しかいません。当事者が、この人やあの人が自分自身で問題を解決しなければ、世界の問題は決して消えません。それは様々な形でこれから現れるでしょう。世界の平和は決して国連や大きな会議室の中だけで決まるものではありません。それは一人一人の心の中でしか解決できないのです。もし私たちが自分の心の中の怒りと憎しみを消すことができなければ、この世界で平和を語ることは無意味です。あなたの心は平和ですか？それともまだ目を覚ます時を待っていますか？無関心から目覚めて、まずは自分の心の平和を確立して、それが大きな波動となって世界を包むことを人類の一人として僕は切に願っています。ありがとうございました。